ごきげんよう、上川かおるです。今回は国際情勢の話題。フランスのマクロン大統領が中国に訪れて、習近平国家主席と首脳会談を行いました。そして台湾危機というのは我々の問題ではない。中国ともアメリカとも違う立場をヨーロッパ各国は取るべきだという話をしたのです。中国の習近平国家主席は、台湾はあくまでも国内問題であり、台湾を取り込んで中国の統一を行うことは共産党の宿願であるという話をしています。そのための武力行使も選択肢のうちであることは公言してはばかりません。このような国際情勢下において台湾問題があたかも自分の国とは全く無関係であるかのような話をするのは、中国に対して武力行使を容認するかのような誤ったメッセージを与えるものであり、大きな話題となったのです。今回の動画ではなぜそのような発言が出てくるのか、その背景とともに、日本もこのようなヨーロッパの主要国の発言を受けて何を考えなければならないか解説をしていこうと思います。それでは、フランスのマクロン大統領の発言からニュースを追っていきましょう。フランス大統領の台湾発言が波紋。我々の危機ではない。フランスのマクロン大統領が5日から7日の訪中時、米欧メディアと行ったインタビューで台湾をめぐり、EU はアメリカの政策に追随すべきでないと主張し、我々の危機ではないと位置づけたことが波紋を広げている。ヨーロッパの対中強硬派から批判が相次いだ。インタビューは移動の奇襲で行われ、フランスの報道機関が掲載した。マクロン氏は EU は米中対立と距離を置き、第三極を目指すべきだと主張。台湾での緊張の高まりに我々の利害はあるか？答えはノンだ。最悪なのはアメリカのペースや中国の過剰反応に追随せねばならないと考えることと訴えた。我々のものではない危機にとらわれれば罠に陥るとも述べた。ドイツでは連立与党から批判が出た。ショルツ首相の社会民主党で外交問題を担当する下院議員は中国に対し西側が分裂するのは誤りと強調。ロシアのウクライナ侵攻を教訓に強権国家におもねるべきではないと対米連携を訴えた。ヨーロッパ各国の議員で作る対中政策に関する列国議会連盟は声明で、台湾海峡の平和を維持するための国際社会の努力を損なったとマクロン大統領の発言を批判した。声明にはイギリス、フランス、ドイツのほかスウェーデンやオランダなどの国会議員が名前を連ねた。マクロン大統領の中国にとってとてつもなく都合のいい発言が出てきた理由というのを少しお金の流れから見ていきましょう。フランス、中国から航空機160機受注、首脳訪問中に合意。フランス大統領府は航空機の160機の受注やフランス産の豚肉など農産品の輸出拡大で中国と合意したことを明らかにした。マクロン大統領の訪中にはフランス大手企業のトップら50人余りが同行している。政府主導で自国産業の中国市場での事業拡大を後押しする。両国はマクロン氏と中国の習近平国家主席の立ち会いの下で経済協力協定を結んだ。航空宇宙や原子力発電の分野で協力を深めるほか、温暖化ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの拠点を共同で建設する。フランス側の発表によると、航空機大手エアバスが中国企業から160機を受注する。マクロン氏は中国が毎年生み出す富は EU 加盟国の合計よりも多いと中国市場の大きさを強調した。フランスの国別の貿易収支は中国との赤字が最大だ。赤字額は年々膨らみ、2022年は約7兆円に達した。家電や携帯電話、衣類など消費財の多くを中国からの輸入に頼っており、輸出品の拡大が課題となっている。フランス大統領府の関係者は中国と分断するつもりは全くないと言い切る。自動車メーカーのルノーが中国の企業と合弁会社設立で合意するなど、フランス企業も中国市場への傾斜を強める。2019年に習氏がフランスを訪問した際は、エアバス300機を含む総額400億ユーロ相当のビジネス契約が結ばれた。同年11月のマクロン氏の訪中では、中国が鶏肉などフランスの農産品を大量に輸入することで合意した。最後に、中国国内ではマクロン大統領についてどのような報道があったのかについても見ておきましょう。マクロン氏、訪中でファン獲得、若くて精力的。フランスのマクロン大統領は先週の訪中で国内の年金改革をめぐる怒りや抗議デモとは真逆の歓待を受けた。マクロン氏の3日間の訪中にはウクライナを侵攻するロシアに対する中国の支援を牽制するとともに
極めて重要な貿易相手国としての関係を強化する狙いがあった。だが、中国国内では多くの市民がマクロン氏に好印象を抱き、そのルックスやリラックスした振る舞いを称える声が上がった。7日に南部の講師を訪れた際には、大勢の学生やファンが大歓声で迎え、ソーシャルメディアにもマクロン氏の話題が溢れた。ある北京在住者は、マクロン氏について、とても親しみやすく、他の大統領とは雰囲気が違う。とても若くて精力的な大統領で、様々な改革にも熱心に取り組んできたと高く評価した。大統領一行が群衆をかき分けるようにして大学構内を進むと、携帯電話を握った人々がマクロン氏に触れようとしきりに手を伸ばし、同氏が握手すると黄色い声が上がった。ウェイボーに投稿された動画の中では、今日は手を洗わないと喜ぶ人の声も聞かれた。上海在住のウェイボー利用者は、中国の学生はマクロン氏をアイドルのように歓迎しているが、フランスの学生は同氏に異議を唱え、卵や小麦粉を投げつけているだろうと投稿した。最後に記事の補足です。マクロン大統領のフランス国内での支持率は3月19日に行われた世論調査では 28% でした。今回中国を訪れていた主要人物は2人います。それはフランスのマクロン大統領とともに EU の欧州委員会のフォンデアライエン委員長です。フォンデアライエン委員長は中国に対してロシアに対する軍事支援を行うようなことはしないでくださいねといわゆる釘を刺しに行きました。その一方でマクロン大統領と共に EU との関係、ビジネス関係の強化についても話し合いたかったでしょう。しかし、フランスのマクロン大統領ほど中国に対して都合のいい発言をする人ではありませんから非常に冷遇されました。一方でマクロン大統領の今回取り上げた発言というのは明らかに中国にとってはとてつもなく都合のいい話をしてくれています。だからこそ中国国内においても非常に好意的に受け止められる報道を行われていますし、フランスとの巨額のビジネスの話もまとまっています。フランスは EU における中心的なメンバーですから、フランスが中国とのビジネス関係を強化に動いている。それに伴ってアメリカ追従型ではない外交をしよう。台湾問題は我々の問題ではない。この考え方に多くの国が賛同し、中国とのビジネス関係を強化しようと言ってくれるのであれば、中国にとってはとてつもなくありがたい存在となるわけです。ただし、ここでフランスのマクロン大統領の発言というのは自国の政策がこうだといった話だけではなく、あたかもヨーロッパ全体がそのような考え方をすべきだ。EU 加盟国の国々は台湾問題が発生したとしてもそれはあくまでもアジアの問題であり、ヨーロッパの問題ではない。関わり合うべきではない。ヨーロッパはヨーロッパでアメリカとも中国とも違う第三極の立場に立つべきだという呼びかけのようなことを行っています。これは明らかに台湾の側ではなく中国の側に立った発言です。決して第三の立場からの発言とは思えないものです。だからこそヨーロッパ各国においてフランスのマクロン大統領はなんでお前がヨーロッパ代表みたいなことを言っているんだみたいな形で批判されていますし、また発言内容そのものが中国に非常に利する形で発信されていることも同じく議論の的となっているわけです。ただ、ご紹介した記事のように、フランス自身は中国との関係においてビジネスをより拡大したいという思いが非常に強くありますから、中国から厚遇されればこれを断りたくないというのが彼自身の考え方なのでしょう。ましてや、現在マクロン大統領自身は国内において支持率が低い状態ですから、経済状態を少しでも上向きにして、失業問題の解決であったり、経済状態を上向かせて、税収を向上させたいと様々な思いが巡っていることでしょう。そして、マクロン大統領の考え方それ自体が何か特殊で珍しいかといえばそうではないということも押さえておかなければならないポイントです。例えば、現在では引退したドイツのメルケル首相時代においては、ドイツは中国とのビジネス関係をひたすら拡大させる方向で突き進んでいきました。その他、経済的に弱い国々においても、中国の進める一帯一路構想に何とか食い込んで、中国からの投資を招きたいといった国々もたくさんあったのです。現在もなおそのような動きは一応は続いています。ですから、中国としては利益をフランスに与える形で外交を進めていけば、それに伴って EU の首脳メンバーであるフランスが中国に対して好意的になってくれるのは外交上においても軍事上においても非常に利益は出るわけです。
そして今回のマクロン大統領の発言にも見られるように、結局のところアジアで何か軍事的な緊張が高まって軍事衝突が起こったとしても、その悪影響を受けるのは結局はアジアの人々ばかりで、ヨーロッパは第三極の立場に立てるだろうという考えが本音にあるのでしょう。この点は、ロシアがウクライナに侵攻し、ウクライナが滅亡してしまった場合においては、次はモルドバだなとか、もしくはさらに南下するのか、それとも西へ進んできてしまうのかといったいわゆる軍事的な緊張がより高まる状況とはかなりの違いがあります。アジアにおいて中国が軍事力を行使したとしても、結局のところヨーロッパにとっては遠い国の出来事だという考えがどこかにあるからこそ、今回のようなビジネス優先の話ばかりが出てしまうのです。ただし、だからこその話なのですが、日本はヨーロッパの国々をよりこの台湾問題に対して引きつけておかなければなりません。そうでなければ台湾有事やもしもその後の日中戦争のようなことが起こった場合においても、どうせアジアのことなんだからそれぞれの自分たちの国で何とかすればいいと完全に突き放されて傍観者の立場に立たれてしまった場合においては、日本は非常に苦しい立場になることが確定するからです。現在の NATO の立場としては、たとえアジアのような遠い国の出来事であったとしても、国際法違反を黙って見過ごすわけではないという話はするでしょうが、しかし同時に NATO 加盟国ではないところでの出来事ですから、どこまで経済的軍事的支援を行うかは、結局のところその時になってみなければわからない点があるのです。ことが起こってしまった時に、ヨーロッパの国々、ヨーロッパの政府が全く無関心なことになってしまわないようにするためにも、結局のところ地道にこれらの国々に対して中国の人権問題に目を向けてくださいであるとか、台湾危機に対してもっと関心を持ってくださいと、日本自身も外交を続けて、これらの国々からの関心を引きつけておく必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。フランスのマクロン大統領が台湾危機が発生したとしても、それは我々の問題ではないと、ヨーロッパから見たアジア間の本音を覗かせるような発言を行っています。このことを念頭に日本も外交を行っていかなければならないでしょう。というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。